数学と工学のギャップ、紹介します。数学は学校で広く学ばれている科目です。でも、本当に人の役に立つのでしょうか？それを描く本が、食える数学です。この動画を見れば、数学と工学の違いがわかります。学校の数学に不満があるなら、ぜひ見てください。食える数学。一言で言えば、数学と工学の違いを描く本です。単純化すれば、食える数学とは、工学で使う数学のこと。著者は、理学部で数学を学び、博士まで研究。その後は工学寄りに、民間企業、日立の研究者から、大学の准教授というキャリアです。タイトルを意地悪に読めば、学校の数学は食えない数学。もちろん、学校はビジネスや実用のためだけのものではありません。しかしこの本は振り切っています。数学の美しさ、ロマン、天才数学者。そういうものは扱わない。実学としての数学にフォーカスした本です。この時点で僕にとってキャッチーです。というのも、数学者が書く普通の本は教科書だからです。数学の研究、理論を重視しています。基本的に実学の本ではありません。応用や実用に関心のある数学者は珍しいです。一般向けのコラムであっても、数学が役に立つ話に見せかけて、数学的問題の導入に過ぎなかったりします。この本は違います。数学者からは非難防号かもしれません。と前書きに書いているくらい挑戦的です。序章のタイトルは数学の役立たず。数学専攻で博士まで学んだ著者が役立たずだと思ったのです。数学さえわかれば工学は取るに足らない簡単さ。と過去の著者は言う。実際、暗号理論の処方を学ぶのは、それまでの大学数学と比べて簡単だったようです。しかし、それでも企業研究者としての実際の仕事は難しかった。挫折と失望を味わったことが、この本を書くきっかけでしょう。僕がタイトルを見た時の印象は、ビジネスに役に立つ数学の話かなと思いました。そういう話はちゃんとあって間違ってはいません。大数学と暗号、微分方程式と津波、地震とフーリエ解析、保険と確率。これらは予想の範囲内の話です。数学ですぐに設けられる、そういう話ではありません。ユニークなのは、数学理論と工学のギャップをはっきりと描くことです。数学が役に立つ話は、その導入、と僕は捉えました。学校で学んだ数学はどうして役に立たなかったのか。数学科の学びと工学や実用はどう違うのか。こちらが本題。数学は実用すべき、一辺倒ではない。数学は論理を重視すべき、だけでもない。数学と工学の間のバランスを、他にない視点で描いています。工学部方式で学べ。これは良いキーワードだと思いました。最終章のタイトルは、アカデミックスマートから、ストリートスマートへ。学校でテストの問題が解ける優等生を見るのではない。現場から学び、仕事や人生に数学を役立てようという考え方です。より具体的には、工学の本、計算例から学んでいく方法が示されます。本の例は、高価の数学、線形代数、ベクトル解析、証明が省略されている本で、最初はそれで良い。計算がちゃんとできるようになります。数学書をじっくり読むほどには、時間がかかるわけでもありません。ちなみに、著者は高校時代に、この方法で大学数学を学んでいたようです。著者と関係なく、僕自身の経験からも、これは良い方法だと思っていました。数学を深く知りたいとしても、最初は理論の沼に踏み込まない。まずは、演習書を買って、簡単な問題を解いて学びましょう。編入数学徹底研究。これは大学教養数学として、ちょうど良いレベルの問題集です。高専、工学にとって必要な数学が、最低限描かれているのが良い。この本を読むための、すぐわかるシリーズもおすすめです。本格的な数学を学びたい人も、まずは簡単な問題を解けるようになりましょう。工学部方式と対比するのは、理学部数学科方式。基礎を最初に学んでいくやり方です。数学が苦手な人の一部は、基礎がわからないと先に進めないと考えている。学校で数学を学ぶと、そう思うかもしれません。確かに、数学は積み重ねの科目ではあります。しかし、勉強するときは、
必ずしも論理的順序通りでなくてよい。著者はそういうのです。僕も大賛成します。まずは自分がやりたいこと、興味がある学びを優先する。エンジニアと話をすると、ラジコンやゲーム、CG の自作をしていたりする。実地の経験を通して数学に出会ったり、必要性を感じて学んでいる。現状の学校では、この学び方はあまり評価されないかもしれません。やりたいことさえあれば、数学の力は後からつけられる。とりあえずやってみる。好奇心こそ大事。学校や教科書にとらわれずに学んでいきましょう。さらに、著者は大学数学の学び方として、数学4を提案します。高校で学ばれているのは中等数学、数学1、2、3など、数学を専門とする人以外も広く学ぶものです。一方で、大学レベルとなると、数学か数学と呼ばれるものが学ばれがちです。証明がメインのもの。著者は高校数学の精神で、証明に踏み込みすぎない大学数学の学び方を提案します。それが数学4。具体的には、微分積分、線形代数、乗微分方程式、フーリエ解析、確率統計など、僕はこのやり方に同意します。大学数学となると、途端に数学科的な証明重視の教科書は増えます。講義もそのスタイルが多いです。教員も理学部数学科の人で、論理に重点が置かれます。一方、学生はそれを求めているのか、ずっと疑問に思っています。理論重視の物理学ですら、数学の科目のペースと、物理で使う数学が噛み合っていません。工学部の友人と話しても、何のためにイクシオンデルタや、行列の計算をするのかわからなかった、と言います。数学科のスタイルはむしろ、教養、万人向けでないと感じます。大多数の人は、数学そのものに目的があるわけではありません。数学はやりたいことをするための手段です。にもかかわらず、数学理論が目的の話が与えられれば、大学数学は無用の長物と感じてしまいます。これはもったいないし、数学好きとして残念です。数学4を実現する教科書としては、すぐわかるシリーズ。単体で見れば、数学科的には高度な話は少ないです。しかし、計算重視で、それなりに広い科目が学べます。アドバンスドエンジニアリングマセマティックス。工学、応用に必要な教養数学が一冊にまとまっています。扱う分野は数学4そのものです。現状は数学海外の人が基礎固めに時間を使わされすぎている。さっさと微分方程式やフーリエ解析を学んだ方が良いのです。工学部で言えば科目としての数学の内容を減らすのは手です。代わりに各学科の専門科目を学びましょう。僕は最近機械力学や材料力学の本を読んでいます。車の振動を減らすために微分方程式が役に立つ。丈夫なガスタンクを作るために重積分が使える。理論はありますが、全てに証明があるわけではありません。具体的な数値計算が数学科に比べてハードだなと感じます。数学がどう使われるかは専門科目を学べば納得しやすいです。もちろん、それを学ぶための数学は少しは必要です。必要性を感じて最低限学ぶのと、論理的に体系的に学ぶのは全然違います。物理でも工業でも数学が必要な科目の教科書なら、数学要素は短いまとめがあります。数学以外の学科の専門では、そうやって数学を学んでいるわけです。理学部数学科の教員は、数学科以外の数学教育に適しているとは限りません。教育の専門性が違うのです。大学数学だからと数学研究者を割り当てると、教員も学生も不幸になり得ます。よって、数学科数学、数学4という呼び分けがあるのはわかりやすいです。僕は数学4を学んだ先に、数学科数学があると考えています。証明に踏み込まない、優しい大学数学は存在します。学校の数学と工学、実用とのギャップ。その大きな溝を伝えてくれるのが食える数学です。概要欄に Amazon へのリンクがあるので、チェックしてください。